ニコニコ動画をご覧の皆さん、こんにちは。今回は、前回発表した、3の類乗やフィボナッチ数列を、求める計算機に登場した、加算機、と、値のコピー、を、行う回路の、小型化、高速化に成功しました。前回の発表では、パウブロックとブラックパックンの、ビット列、で、入力と出力を、行える、加算機、の回路、及び、与えられたビット列を、コピー、する回路を、開発しました。そして、それらをつなぎ、交互に動作させることによって、ループ計算を実現しました。さらに、1ループごとに加算機の片方の、入力に、パウブロックを流し込む、ビットシフト、を、手動で行い、3の類乗や5の類乗を、計算しました。前回の動画をまだご覧になっていない方は、一度ご覧になることをお勧めします。今回は、前回の、ビット列加算回路、及び、ビット列コピー回路、を、大幅に高速化、小型化できました。前回も紹介しましたが、パウブロックとブラックパックンは、物理的性質が異なるため、様々なシンプルなギミックによって、2つのアイテムを区別することができます。これらのギミックを組み合わせて、新しいビット列コピー回路が、実現しました。まず、左側のビット列は、雲リフトによって、約 0.7 秒の間隔を、空けて1ビットずつこのレーンに流れます。次に、この地点をパウブロックが通過した時に、限り、横バネがわずかに押し上げられ、上のパウブロック置き場から、一つのパウブロックが上の、レーンに飛び出します。一方、この地点を、ブラックパックンが通過した時に限り、縦バネがわずかに押し上げられ、上のブラックパックン置き場から、一匹のブラックパックンが、上のレーンに飛び出します。このように、1桁あたり約 0.7 秒の処理時間で、ビット列をコピーできるようになりました。前回の発表でのコピー回路では、1桁あたり平均 7.9 秒かかっており、今回、10倍以上の高速化が、実現しました。また、スペースも大幅に縮小することができました。まず、実際に計算する様子を、ご覧ください。ここでは、92+58 を、計算してみます。まず、92を入力しています。1の位から入力しています。次に、58を入力しています。パウのオーガレイ、ブラックパックンの唇が、1です。下に降りると、計算がスタートします。見やすいように、マリオを移動させました。すべてのレーンが空になったら計算終了です。計算結果を見に行きましょう。右下の端が1の位です。結果は、100101110、つまり10進法で、150、です。前回の回路と大まかな動作原理は同じですが、2つの点を工夫することにより、計算時間の大幅な短縮を、実現しました。第一に、回路のレイアウトを見直し、甲羅の移動距離を短縮しました。前回の回路でも今回の回路でも、1桁の計算を行うためには、砲台から甲羅が一つ発射される必要があります。甲羅が消滅することで、次の甲羅が砲台から出現可能となるため、計算を高速に行うためには、甲羅を素早く消滅させる必要があります。今回の回路では、甲羅は非常に素早く消滅します。第2に、砲台の甲羅と回路のリフトを、正確に同期する技術を、実現しました。前回の回路でも、砲台の甲羅と回路のリフトは、大まかには同期していましたが、最大 3.2 秒程度のズレが、生じることがありました。これは、砲台が甲羅を発射するタイミングの、法則のためです。正確な同期ではなかったため、ある程度余裕を持って回路を、設計する必要がありました。例えば、前回の回路のまま、リフトの周期だけを短くしようとすると、このように、
ブラックパックンが雲リフトの中央に乗らずに、計算が失敗する場合が生じます。今回の回路では、これらのリフトが同期していますが、この雲リフトが重要です。砲台から発射された甲羅は、この雲リフトに持ち上げられることで、ようやく回路に流れ込むようになっています。こうして、甲羅とリフトを正確に同期でき、これによって、タイミングを信頼した回路設計が可能となりました。今回の回路を500秒間動かすと、136個の甲羅が、砲台から射出されます。つまり、1桁あたりの平均計算時間は、約 3.68 秒となります。前回の回路では約 6.9 秒であったので、今回、2倍弱の高速化を実現しました。ちなみに、今回の回路のリフトたちは、約 1.70 秒の周期で動いています。このリフトの周期だけを様々に変更したとき、この計算機の平均計算速度は、上のグラフのように変化します。今回実現した平均計算速度は、砲台クロックのリセットのタイミングに依存しないこと、及び、今回より長いリフト周期では実現できないことが、グラフからわかります。今回開発したコピー回路と加算機回路を使って、前回のように3の類乗を計算します。下のエリアでの加算の結果は、ここに溜まります。上のエリアの砲台から出た甲羅によって、まず音符ブロックが叩かれ、ビットシフト用のパウブロックが、1個レーン B に流れ込みます。次に、くるくるブロックが叩かれ、加算の結果がコピー回路に流れ込みます。桁数が多くても、すべての桁が通過できるように、くるくるブロックは2回叩かれるようになっています。それでは、3の類乗を計算する様子を、ご覧ください。マリオの操作について補足します。すべてのレーンが空になる直前に、ツタの根元に移動します。そして、最後のブラックパックンが画面の下に見切れたのを確認したら、ツタを登り、上のエリアの砲台から甲羅を射出させます。甲羅が射出されたら、ツタを降ります。そして、加算機のレーン A に最初の桁がやってきたら、最初の場所に戻ります。3の類乗を計算しながら、今後の展望と課題を簡単に述べます。マリオメーカー電卓コースを実現するためには、多数桁の数同士の減算、乗算、除算を実装する必要があります。これらの演算を行うためには、加算機回路やコピー回路、その他の回路を狭いスペースに上手に配置する必要があるでしょう。今回の小型化によって、実現が一歩近づいたのではないかと考えられます。3の類乗を計算する際、前回と異なり、今回はパウブロックの投入を自動化することができました。しかし、マリオの移動だけは依然として、手動で行う必要があります。計算の完全な自動化のためには、2つのアプローチが考えられます。1つは、マリオが全く動かずとも、処理が進行するような回路を開発するアプローチです。このアプローチでは、画面外で動作しなくなるギミック、砲台などを使わずに回路を設計する必要があります。もう一つは、計算の進行に合わせて、マリオの移動もギミックによって、自動で行えるようにするアプローチです。このアプローチでの研究には、電子計算機部門のみならず、全自動マリオ部門の研究成果も必要と考えられ、今後は、両部門の研究者による情報交換や、共同研究が重要となってくるでしょう。間もなくタイムアップです。最後に、今回の研究成果をまとめます。ご清聴ありがとうございました。